添削の時間がやってまいりましたと。じゃあ、今日もやっていきましょう。SNS 添削。はい、もうめっちゃ簡単。単純に暗い。暗くて何書いてんのかわからん。が、伸びてない理由。みんな、アイドルのライブ、なんか逆光書きたがるけどさ、アイドルはキラ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 輝いて見えるもんなのに、なんでこんな真っ黒い状態にしてるのか。意味がわからない。王子様みたいな感じで現れてくれたのに、全然キラキラしてないねんから。そりゃ、伸びひん。で、二し目。これ気をつけやんなあかんのは、首を奥側に反らしてるような感じになってるのに、首がまっすぐ伸びてんのはね、ちょっと違和感があるかな。今、ここって裏がちょっと見えてるわけやろ？顎の下がちょっと見えてるっていうことは、少し煽り気味に、顎を上げ気味に倒してるわけやねんから、そっち側に倒すように首をかかないと。だから、この耳の位置もすごく遠い。これを立体的に簡単にやると、こうなってるってことやから、ちょっと下面クイッと見えて、煽ってる感じになってるわけやねんから。ということは、耳の位置とかも結構この辺りになるよな。だから、今こっちめっちゃ伸びてもうてんねん、頭がすごく。これをもうちょっと自然な感じにするんだったら、まあ耳とかはこの辺りに持ってかなあかんかな。こいつらもこっち側。こんな感じになってる方が自然。だいぶなんか頭膨らんでるように見えるよ。そのあたりを今度から気をつけましょう。次、単語。セベクの漢字で言うんだったら、色が濃い気がするのと、この服と、後ろのカーテンと、布、質感的にあまりにも一緒すぎる。しっくりこさせるんだったら、襟元のこの縁とかに金属装飾とか入れて、切り分けるためにこっちは赤にしたかな。そっちの方が分かりやすいかな。前後感がやっぱ分かりづらいなーってところがあんだよな。ただ真っ赤だけとかやったりするときついから、こういった模様とか入れたりするとまだ分かったかなーって感じかな。前後感分かりやすくできたらよかったかな。ミカッチ。この手がちょっと良くないな。まず、はっきり書こうよ。この襟とかさ、曖昧なまま進めてるやろ？この服の構造とかも全然分からへんねん。今使ってるのとか、こんなんばっかなのよ、こうやって。いろんな要素のこういうもやもやしたものがあるわけよ。写真っていうものが分かってない。写真っていうものは、まずちゃんとピントが合ってんねん。こういったものを、次テクニックとしてぼかしてるわけ。もともとボケてるわけじゃないのよ。あの人なんかずっとぼやぼやしてんなっていうなんか、やつなんかおらへんやろ？さらにこれがいろんな色混ざってるわけやん、こうやってなんか。単色で見たら綺麗な色やったやん。この時やったらまだ綺麗なピンクやろ？綺麗な緑に見えるやん。だけど、これが混ざると、なんか汚らしく見えるやろ？こういう状態よ、みんながやってることって。埃ってちゃんと一個ずつ見たら、赤い糸とか、青い糸とか、黄色い糸とかっていうのになってるけど、あんだけ丸まっちゃうと、光の関係で灰色に見えんねん、最終的に。これが今、そういう状態。埃みたいに見えてるってことで。この辺がまさにそう。だからそういうのをまずやめ。はい、通る。パッと見はいけてるけど、めっちゃ台無しにしてんのが、この落ち影の距離がおかしい。この髪の毛ってこのストーンと落ちてるわけやな。この手っていうのはさ、この辺りにあるわけやん。じゃあどうやって、この小指の影が、この辺りにつくのって話やね。ここに指が当たってるかのようなつき方してるよな。ネクタイとかもそう、もうピタってくっついてるようなところやからすぐ落ち影が落ちるわけやんか。だけどこんなところにはつかないわけやな。なんならこれって上から写真撮ってるわけやんか。もし影がついたとしても、距離感が必要なわけ。この落ち影をつけてるせいで逆に距離感を失ってる。これいらないレベル。これと、これあったら、どっちの方が顔と手に距離感感じる？影ない方が遠近感つくやろ。もし落としたとしても、距離が離れてないといけないから、この辺りとかに映るわけ。そういうところやな。まあ次、小人。この周りの絵とさ、ここ、違和感でしかなくないか。こことここ、比べて、マッチしてますかっていう話。この絵柄で、こう出されたりしたら、ってなるじゃん。写真撮って来られたみたいになったら困るやん。別の絵でも一緒やん。このあたりで、急にこれを出されたりするとさ、もう全然情報量が違うやん。絵柄に合わせてやらんと。でな、ノエルちゃんの髪の毛黒すぎ。比べてるこれ。本家とかと。色を取ってるやつとかで、例えばこう背景が載ってたりするやつあるでしょ？こんな暗さで見てたらちょっと明るいかなって思うけど、これを撮ったら真っ黒よ。暗くなってる絵からノエルちゃんの髪の毛とか色取ってないか？次。まあ持ってる感じは合格でいいんだけど、エフェクトがあまりにも合ってないな。しぶきとかがリアルすぎるせいで別物なのよ、エネルギーが。
こっち見たらわかると思うけどさ、水とかっていうエフェクトをつけてるけどさ、本物っぽくはないでしょ。これだったら本物すぎて、エフェクトが浮いちゃってんのよね。で、しかもこのエフェクトって自分で書いてるわけじゃないやろ。本物っぽいブラシ使ってるやろ、これ。だからそれは全然情報量ちゃうよなっていう。次。この部分が見えすぎ。ここが見えてるやろ。全指の付け根から第一関節部分がこれだけ見えてる状態で手の甲の部分が見えてるのはありえないかな。角度的に。握り込んで下向いてるんだったらわかる。今このケンモチくんの手ってこう見えてるわけよ。俺が今言ってたのはこの青い部分ね。この部分が見えてしまってたわけよ。さっきまで。多分みんなの指の印象で言うと、ここで終わってるはずなの。指折り曲がるところが。この曲がってる部分がもうこの辺りで終わってるはずなのに、赤の部分がこうやって見えてしまってるから、手の形が変に見える。だから、ここちょっと手のつながりが不安定になってんじゃないかな。ガッシーの。みんな、パッと見たときに、あれおらんって思わんかった？目が上にブレたやろ？この今状態で、ここで盛り上げなきゃいけないけど、ずれとんのよ。ここの位置に立たなきゃいけないの。ガシノが書いてんのって、この世界になってもてんの。こうやって。この床面積に向かって書いてないねん。舞台のど真ん中にもいてないし、キャラクターがこちら側に向かってきてないねん。単純にここに動かしただけでも、だいぶ変わると思うねん。全然こっちの方がまだキャラクターが主体になってると思うねんな。書いてほしいのは、こう面があったとしたら、こういう丸い空間の上で立ってて、で、ど真ん中から飛び出す絵本みたいな感じで。全然箱庭状態になってないね。この面に合わせてね、ポンと現れてくれなきゃいけない。ちょうどいいのがいてて、こいつの方が角度的に正しいことになってる。あからさまにこいつの方が飛び出してきてるやろ。だからキャラもこんな感じで描かなきゃいけないよってことで。次、トト。設定がしょぼすぎる。夜間警備隊みたいなイメージ自分で作ったんやろ。夜間警備隊の装備ってどんなんよ。夜間捜索するやつがサングラスかけるか？やり直しです。はい。次、ヤママ。これだったら泡に見える。もう雪ってそもそも氷になってるわけや。水が氷になってるってことは固形物ってことやんか。だからしっかり硬いものが乗ってることになるわけね。シルエットがはっきりしてるとか、丸い状態で、なおかつちょっと薄くなってたりするやろ？こうやって。こういう書き方をすると粘度があるわけ。じゃあそれってみんながよく見るこういう泡に近くないか？こういう書き方に見えるわけ。雪ってのは少し固形物になってついてるわけやから、あんまり半透明な感じだね。つけない方がいい。はい、次。角度は出てきてるけど、こうやって結んだんだったら全部この角度にしないと。左右の高さ。こことここが合わさってないやろ？こうやってずれていってまうのよ。傾いてない。ちゃんと。眉毛の先かって揃えてないし、ガタガタやん。全然違うで、これ。前から見たら、こういう状態になるね、これ。揃えてください。左右対称にすんの。こう線引っ張ったんやったら、こう書いて、こう書かなきゃいけないの。一個おかしいとこになってるわ。この髪の毛の付き方が、この角度になってないね。このままシュッと落としてるんだったら、位置がずれちゃってんね。この位置とかもずれちゃってってもっとずれていくはずやから。この髪の毛の付け根あたりの位置がもう全然変わっちゃってる。あとはそこだけだな。メガネール。髪の毛の形ってこうなってんのやろ？じゃあ左右対称で揃えていかんなあかんやん。全然角度が違うのよな、この辺とか。この髪の毛買ってこっちに生えてんねんから、この奥に生えてくるってんだこっちになんねんね、こうやって。左右対称に揃えるということやで。このピンって出してるやつ買って、顔のエリアを決めて、こうはみ出てるわけやろ？じゃあこっち買って、こう斜めなってるんだったら、同じように顔のエリアを決めて、このエリアに入らなきゃいけない、こうやって。横って。別の顔になってるで。はい、飛べねえ。ずれとる。全部、鼻でずれとん。この線をど真ん中に設定してるせいで、顔がこっち向きにひん曲がっていってる。ここは、あくまで、輪郭線だ。輪郭線は中心線じゃないわけ。斜めの鼻ってこうなってる。で、穴があるわけやろ？この鼻のど真ん中ってどこってなると、ここじゃん。これが省略されてるんやね。ベリアルの鼻って、こうだよ。実際は。これに合わせて、口元とか鼻があってやらなきゃいけないわけ。これに合わせて、この部分を成形すると、それをもう一度踏まえて直してきてみな。次、ファフに。
まあ、全然俯瞰になってないね。今、肩の位置がこうなってるわけね。こことここで結べるわけやん。ということは、この傾きで描かなきゃいけないわけ。全然この顔が傾いてないわけ。横髪があってこうなってんの。ということは、このままそうってあげて、ここにはこう上がらんなかねね。このもみあげとかも全然位置が変わってないわけよ。高子。これ XR 美容なんだ。めちゃくちゃかっこいいな。煽りになりましたね。いいですね。ちょっと鼻低く感じるかな。こっちの目が少し上になりすぎてるから、ちょっと位置が違うかな。まあそれだけ気をつけたらいいかなって感じやな。まあ、上から見てるからそんな鼻の穴とかは見えちゃいけないから。まあこんな感じかな。書くんだったらね。これは合格でいいでしょ。オッケー。糸くん、難しそうな髪の毛。ここ、ぺったんこに見えるやろ。この前髪のラインと、なんかこの鼻のラインが合体しちゃって、ぺったんこに見えるやんか。こういう時って、対処法としては、しっかりここで分けとくとか、ちょっと不自然な感じで、まあ、ちょっとこう角をつけとくとかね。今、こいつの、この髪の毛の方が前だよっていうのを分かりやすく、鼻のラインよりかは強い線で描いとくとか、まあそうやってしといた方が分かりやすいって。まあでもこれは描けてますね。じゃあ次、久々のアベンチュリン。眉毛がちょっと足りひんな。眉毛のここをしっかりね、四角くしといた方が、彫りのラインが見えるから、ここしっかり溜めてるやろ、こうやってギュッと。この部分をしっかり作る、こうやって。じゃあ、このラインが見えるから。まあ次、抹茶、レン君の鼻の高さってここじゃん。もう目元ぐらいじゃん。今この辺りに来てるよな。この辺りに来たら、印象としては、この瞳よりまだまだ上のところにあるね。これを横向きにしたらどんな感じに生えてるの？こんな感じの顔。で、首はこう。これが抹茶の鏡のレン。こう消すとさ、輪郭いびつに見えへんか？鼻をずらすとかそんな問題じゃないよ。もうこの時点でさ、いびつやろ。輪郭が。目もこっちにずれとるし。今、このレン君の下、こうまっすぐ下ろさんなあかんけど。下っていうのは地面に向かっていかなきゃいけない。こっちの方が全然揃って見えるろ。こんな感じで全然違うやろ。よーし。締めのラーメン。ちょっとテカリ具合が足りひんかな。汁の深みがない。まるっきり別物になってもうてるな。テカリがね、少ない。本物らしくするんだったら、このあたりの汁の透明感と、細かいね、豚骨のこの脂身で気泡が閉じ込められてる感じのこのブツブツ感が少ないな。トーンがな、全体的に薄いせいで脂身のきらめきが欠けてないね。一旦スープをね、落としてからのきらめきがない。例えばやで、サクッと透明感を出す方法な。こうつけた方がなんか汁が透明に感じひん。これと、これやったら。さらに油のね、テカリをね、つけてあげると、よりラーメンらしくなるわけよ。ぬめりがないのよ、ぬめりが。だからラーメンっていうよりかは、ポタージュに見える。そのあたりかな。絵は見てるだけなのですが、ホロライブや虹さんさんのサムネにイラストが採用されるのってすごいことなんですか？まず、2時3時ホロライブっていう、今 VTuber 業界の中でもトップのところね。ということは、そこのファンの人たちの量が多いのね。ファンアートもめちゃくちゃ多いわけよ。人気な人とかやと毎日だいたい50枚とか上がったりするわけよ。そういうところの倍率から選んでもらえるってなってくるとやっぱ違うよね。間違いなく目に留まったっていうことだから。っていうのを、うちの生徒たちが、一時期は、ホロライブのとこやったら、俺が教えてた子5分の1ぐらい担当してた。高毛先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップは、帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは、メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。高毛さんは支援してくれた人にはこれからも正直に絵のことを答えていきます。入会した人いたら概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。